私が30年前に買ったミニドレスを50代になった今、着こなせるかどうか検証してみたいと思います。それでは当時の着方からどうぞ。この服は20年以上前のものです。カラフルな花柄がお気に入りポイント。胸の下から大きく開くので、太ももが露出してしまうんですよね。昔は当たり前のように足を出していましたが、もうミニスカートは履かなくなりました。でもこの服をすごく気に入っているので、着られるように考えてみたいと思います。最近はスニーカーばかり履いていて、ハイヒールを履いていません。若い女の子ならこの着方も良いと思うけど、グレーヘアになりかかったおばさんには似合わないですよね。なのでロングスカートに重ねてみます。ちなみに昔の再現のためにロン毛のウィッグをつけてみました。ちょうど薄手のロングワンピースがあったので着てみました。身ごろ部分はボディコンで、それ以外は透けています。これは30年前にラフォーレ原宿で購入し、当時は渋谷のルームや六本木のクラブで踊る時に着ていました。ずっと着てないので処分しようかなって思って数年に一度は着てみて、やっぱりいいなと思って捨てられずにタンスに戻すというのを何度も繰り返して今に至ります。そしてとうとう日の目を見ました。ジャンパースカートとして着られるような気がします。実は靴下は夫のなので長さが微妙です。私はミニマリストになりたいので、家にあるものをできるだけ消耗して物を減らそうという魂胆です。このようなサンダルを合わせたらもっと可愛いかもしれませんね。とても短いニットワンピースです。ビスコス素材で涼しいので、夏の部屋着として着てたことがあります。黒、黄色に赤いラインがお気に入りポイント。スリットが絶妙な位置に入っていて、動画で見せるには要注意。私は露出狂ではないので、今までこの服を外で着たことは一度もありません。ロングワンピの上に着てみました。普段かぶっているキャップにも合います。髪がひどいのでちょっと言い訳すると、実はここ2年間美容院に行ってません。以前は明るめに染めてたのですが、コロナ以降どうでもよくなり、自分でバッサリ切りました。白黒の柄とアシンメトリーなデザインがポイント。背中上部は開いています。ウエストはもともとタイトなデザインですけど、太ったから若干きついです。シルク素材で伸びないので、これ以上太ったら着られなくなっちゃいますね。黒ワンピの上に着たらびっくり。まるで最初からこのデザインであるかのようなハマり具合です。スニーカーもたまたま白黒があったのですが、バチバチでかっこいいコーデだと思います。太らないように頑張らないとですね。鮮やかなブルーでシルクの光沢のあるところがお気に入りです。一見すると上品に見えるけど、よく見るとなかなかエロさ満点なのよ。胸のカットで谷間露出。座るとパカッとスリットが開き、太ももはあらわになっちゃうの。パンチラにならないように気をつけないとね。ということで、気に入ってるけど着てませんでした。黒ワンピースを中に着ました。これでこの服も安心して着られるようになりましたね。一度は着て出かけたいな。青のドレスに黒も白も入っているので、スニーカーも白黒でちょうど良いかなという気がします。グレンチェックで膝丈のワンピースです。一見普通っぽいけど、アームホールの近くが肌色のチュールになっていて、肌がちらっと透けています。立体裁断でかなりフィットしているので、ボディラインは出ます。ギリギリ着られるサイズ感ですね。コンサバティブなイメージでありながら、実はボディコン、実は脇チラがたまらないでしょう。シルエットがマーメイドっぽくて可愛くなったかな。おばさんもこの着方なら着られるでしょ。このような靴を合わせたらもっとかっこいいと思うけど、持ってないのでスニーカーと夫のソックスでショートブーツ風にしました。私はフリンジがついている服が大好きです。動いた時に揺れるのってエロカワセクシーだと思いません？この服で友達のライブに行ったのを思い出しました。あの頃はコロナウイルスもなかったし、楽しい時代だったな。服を見ると、その服を着た時に会った人や行った場所を思い出します。これも一応着方としてはありかなと思うのだけど、実際に着るかどうかは分かりません。ピンクのハートはおばさんには可愛すぎますよね。ハートがドレスコードのパーティーでもあれば着るかもしれないな。自分でパーティー開くしかないか。マルチカラーと黒のコントラストがかっこいい一着です。私は柄物や多色使いの服が大好き。このドレスはこの写真の作品に使用したんですが、動画の最後に写真について紹介するので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。
この着方もかっこいいなって思いました。この服はアームホールの形が胸の上の方にカーブしていて脇も気になるので、長袖インナーを合わせると安心します。ちなみにロングヘアは脇のたるみを隠すのに便利ですよ。クラシカルなシルエットのドレスです。胸の空きは大きく、ウエストにかけてタイトです。久々に着てみたらきつくなってました。この服は素材がとても美しいのが特徴で、星柄のレースに小さなスワロフスキーがついてキラッと光ります。フォーマルすぎるので一度ディナーで着ただけです。とりあえず重ねて着てみましたが、胸元が開くのでアクセサリーは工夫しないとダメですね。チペットがあったのでつけてみましたが、リボンの片方にラインストーンがついていて首にぴったりと結ぶことができません。肩に斜めにつけるらしいのですが、使いこなせないアイテムです。黒地にピンク、黄色、オレンジのネオンカラーです。蛍光色は中学3年くらいから好きです。あの当時は蛍光色のソックスを履いていました。ネオンカラーは流行に関係なく大好きで、今でも差し色によく使います。好きなものはいくつになっても好きなまま変わらないですね。これはどうでしょうか。どの服もだんだん同じに見えてきたかな。あともう少しなのでお付き合いくださいね。鮮やかなグリーンと植物の柄が気に入っている A ラインのドレスです。肩にカットがあり、ゴールドの安全ピンで留めるデザインになっています。ぽっこりお腹でも着られるデザインですが、丈が短いのでここ数年着ていませんでした。昔はオーバーニーソックスも定番でした。これはどうでしょうか。着られないこともないのかな。パンツの方が合うのかな。コメントで教えていただけたら嬉しいです。50歳のマダムになったら着ようと思ってずっとしまってありましたが、50過ぎても着てないことを思い出しました。ビスコース素材のニットのトップスとスカートです。こういうデザインは華奢なハイヒールじゃないと合わない気がします。ということで黒ワンピの上に着てみたいと思います。これで今やっと着られるようになりました。思いのほかかっこよくて私的に100点のコーデです。私はレインボーカラーが大好きなのでソックスで遊んでみました。左のソックスは黒のラインがあり、右は黒のラインが入っていません。私は左の方が好きです。赤、白、黄色の3色でアームホールと首とポケットの縁のパイピングがされています。私は1着の中に3色以上使ってある服が大好きです。このワンピースは涼しいし着心地がいいので家にいる時も随分着ました。ちなみに今台湾にいるのですが、夏が長いんですよね。白スニーカーとレインボーソックスにしてみました。このコーデがスポーティーでとっても気に入りました。私はスポーツウェアと登山ウェアを見るのが大好きです。なぜかというと一年中カラフルだからです。黒と黄色のコントラストがかっこよくてお気に入りのワンピです。単純なボーダーじゃないところがポイント。ウール素材で暖かいので今シーズンも着ました。直線的なラインがボディの丸みを強調するような気がしませんか？マーメイドラインがはっきり出て、この着方の方が好きです。パンチの効いたスニーカーに合わせたくなりますね。こんなのどうでしょう。横顔が個性的ですね。買わないですけど。黒い縄で縛られてるかのようなデザインです。女性を縛ったら美しいと感じる人のデザインかもしれないですね。動画サイズを小さく撮ってしまったので撮り直そうとしたところ、ワンピースとブーツのファスナーが壊れてしまいました。お直ししてまで着なくていいかなと思うので、この動画でさよならします。今までどうもありがとね。最後の1着の紹介です。このドレスは私が所有している服の中で最も愛している服です。人生の最後に棺桶の中で着ると決めています。これまで私を楽しませてくれてありがとう。最後の1着と言いましたが、色違いでもう1着持っています。色が少し違います。生地は薄く軽く、真夏の暑い時でも何も着てないように涼しいです。脇腹にカットが入っていて肌がチラ見えします。昔はレース付きガーターストッキングを愛用していました。このドレスにはゴールドの大きめのアクセサリーをつけてゴージャスなコーディネートにしたいのですが、
それを全部実家に置いてあるためつけることができなくて残念です。この検証でセクシーな服でもジャンパースカートのようにレイヤーして着ることはできるということが分かりました。このチャンネルはミニマリストになりたい私が服を減らすことを目的とし、気に入ってるけど全然着ていない昔の服を50代の今着こなせるかどうかを検証するチャンネルです。もしご興味を持っていただけましたらチャンネル登録お願いいたします。続いて写真の紹介とこの動画を撮るきっかけについてお話ししたいと思います。その前にちょっとだけお話しさせてください。30年前の服とタイトルに書きましたが、中にはそこまで古くないものも含まれております。万一この点につきましてご指摘を受けるといけませんのでお伝えしたいと思いました。タイトルはちょっと盛ってしまいましたがお許しくださいね。余談ですが、本当はアクセサリーやバッグもコーディネートしたかったんです。でもそのほとんどを実家に置きっぱなしになっていて手元にありません。私は今台湾にいるのですが、コロナウイルスのせいで2年以上帰国していません。もちろん帰ろうと思えば帰れるのですが、親が台湾の方が安全だから帰ってこないでくださいというので帰れないのです。早くジャパンに帰って服の整理をしたくてうずうずしています。そして両親にも会いたいです。今回服を整理したら履くことのないミニスカートがたくさん出てきて、ゴミ袋2つ分くらいになりました。過去の動画をご覧いただくとわかるのですが、以前はヤフオクで着なくなった服を売っていました。でも今は売るのも面倒になったので、障害者が運営しているリサイクルショップに寄付しました。今回は黒のロングワンピースに重ねて着られるものを着てみましたが、全く合わずに着られないミニドレスがまだあります。後日また検証してみたいと思います。写真についてお話しします。私の名前は露光玲です。私はこれまで自分の足の写真を撮り、美脚成人というタイトルの作品を発表してきましたが、この2年間全く写真を撮ることができませんでした。コロナウイルスと更年期のせいで気分が落ち込んでいたからです。この2年間で考えたことは、ゼロで死ぬにはどうしたらよいのかということでした。就活を始めようと思い立って就活に関する動画を見るようになりました。そんな中、たまたまミニマリストの方のファッションコーデを目にしました。少ない服を着回してすごいなと衝撃を受けました。そして私の服は着回せない服ばかりだということに気づきました。整理整頓できてない部屋を見渡して、私もミニマリストになりたいって思うようになりました。私の服が多いのは気に入っている服がたくさんあるからだけではありません。写真作品の衣装としてたくさんのスカートやハイヒールを集めてきたからです。この写真には上半身がありませんが、これは加工して消したものではなくて、実際に体を前に倒して自撮りしたものです。この写真はニッコールフォトコンテストで入選したものです。鏡の中に上半身が写っているのがお分かりいただけるでしょうか。私はこの撮り方を発見し、このポーズが面白いと思ったので、自分のお気に入りの服を見せるための写真を撮り始めました。一言で言うと、自分の好きな服でファッション写真を撮りたかった。それと、自分がモデルにもなりたかった。でも作品数を増やそうとすると、同じ衣装を使うことができません。スカート、ハイヒール、背景をコーディネートして雰囲気の違う写真にしなくてはなりません。そのためにたくさんのスカートとハイヒールを買いました。ハイヒールはサイズがちょっとぐらい大きくても撮影に使えそうなものも集めました。このようにして実際の生活では着ることのない衣装用の服が増えてしまったのです。これからも美脚成人を取り続けるとなると、さらに買い集めなければならず、ミニマリストになることとは相反すると感じました。創作をするにはもちろん材料が必要ですが、そのために普段着ない服と履かないハイヒールがどんどん増えるというのは好ましくない状況でした。この美脚成人という写真を今後撮らないと決めたわけではないですが、現時点では撮りたい気持ちが湧きません。もし撮りたくなれば撮ると思います。でも今はまずミニマリストを目指して、ゆくゆくは就活のためにも服の整理をしたいと思っています。私がミニマリストになるまでの過程を動画で撮ろうと決めてから、ハイヒールウォークを練習したら、足も体幹も鍛えられました。新しい動画編集アプリも使いこなせるようになりました。体も頭も使って2年ぶりに前向きな気持ちになりました。
つまずかない、転ばない、寝たきりにならないボディ作りと認知症予防のためにも時々動画を撮ろうと考えています。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。